にちは。 IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。抹茶フェアが始まってました。5月26日までとなっています。私は抹茶ティラミスを選びました。結構中身が凝った作りになってましたね。クリームの甘さは控えめなんですけども、ボリュームが満点でして、腹ごなしに店を3周ぐらいしたくなりましたね。今回は IKEA の新商品を紹介するんですけども、特に週に1回以上 IKEA に足を運ぶ私だからこそ、皆様にお伝えしたい感動のアイテムを紹介していきますので、ぜひ最後までご覧になってください。まずは過去のリバイバルシリーズのニティルベルカードコレクションの第4弾が発表されましたというトピックです。日本の IKEA からはまだ発表がないんですけども、もう他国では販売されている国もあります。一応公式では4月発売というふうになっています。こちらの緑の椅子なんかすごく目を引きますよね。またすごく人気が出そうです。IKEA スウェーデンの方は3月29日に、発売というふうに書かれてました。日本もそれぐらいなのでしょうか。でもね、マレーシアの方とかはね、もうインスタに載せてたりして、すごく可愛かったですね。ただこのホワイトの花瓶は IKEA 渋谷店で2週間ぐらい前から見かけています。2週間以上前かな。そうですね。今回の商品のラインナップはこんな感じです。グリーンと赤が目立ちますよね。あとこのフラワープリントもすごい目立ってますよね。このラタンのチェアはすごく可愛いなと思って見てました。続きましても新作コレクションの紹介をちょっとしたいんですけども、テッサマンスシリーズです。こちらはオランダのデザイナーデュオローカラーとのコラボレーションです。ご覧の通りですね、色と色との組み合わせが本当に素敵なコレクションになってます。こちらもまだ IKEA ジャパンからの発表はないんですけども、スウェーデンの方では4月5日から発売というふうに書かれています。ただ台湾ですとか一部の国ではもう先行で発売しています。商品ラインナップはこんな感じです。日本の店頭に並ぶのが本当に待ち遠しいです。インスタの方でもいっぱいリアクションいただきますので、今回かなり競争率高いんじゃないかなっていうふうに感じています。はい。でここからは現在発売中のものを紹介していきます。こちらは鍋セットなんですけども、なんと取っ手が取れるなんですよ。取っ手が取れると収納しやすくて便利ですよね。付け外しも結構スムーズでした。取っ手の部分が完全に外に出てますので、汚れにくくていいのかなっていうふうに思いました。また取っ手だけでも買うことができます。こちらの鍋2つセットもありますし、フライパンがセットになったものも売ってました。こちらですね。食洗機 OK なのもすごい押せるなと思いました。続きましてはブロッガンシリーズです。こちらはちょっとレトロな柄が特徴になっている可愛いシリーズでした。ドット柄がモチーフになったマグカップやトレーなどが売っていました。非常に可愛いなと思ったのがこちらのカラフェ。これも同じブロッガンシリーズなんですけども、私は以前ポータブルライトをカラフェで作るっていうアイデアを紹介したんですけども、それがこの右に映ってるカラフェなんですね。で今回のブロッガンのカラフェもなんかいい感じにランプになりそうな形をしているなと思いました。事前にウェブでチェックしてたんですね。このまな板が可愛いなと思って、丸いまな板、実物がね、なんとこちらでこんな大きいとは大きいわめちゃくちゃ大きいんですよ。重さもかなりしっかりありまして、頑丈だとは思いますね。丸いカッティングボードって便利って聞くからちょっと興味あったんですけど、なんか思ったより大きかったは IKEA あるあるだとは思うんですけどね、その想定をも超えてきましたね。皆さんもお気をつけください。はい。で続きましては、クッションカバーです。屋外でも使えるような、素材のクッションカバーなんですけども、ブラックなんですけども、このざっくりしたテクスチャーが可愛いなと思いました。続きましてはフックなんですけども、カラーリングの可愛いフックが出てました。もともとホワイトが売ってたんですけども、それの4色で300円っていうのが出てました。これちょっとね、価格設定おかしいんですよね、多分なんか間違ってない？
なんかホワイトは2個で300円なんですよ。だけどこれは4つで300円なんですよ。めっちゃ不思議。めっちゃ可愛いですよね。でこれこちらは勉強机のミッケをお使いの方に非常におすすめな商品となってて、この扉の部分にかけるとぴったりなんですよ。こんな風に手前にバッグをかけたりできて非常に便利です。スチール製で非常に頑丈なのもいいですね。やっぱり紫がめちゃくちゃ可愛いですね。続きましてはペットシリーズです。以前もちょっと紹介したんですけども、やっぱりこのねお皿がめっちゃ可愛いなと思って改めて見てきました。こちらは IKEA US のサイトで見たんですけども、こんな可愛いキャットハウスが出てました。面白いものを見つけました。こちらは生ゴミ用の言えてない生ゴミ用のゴミ箱ということです。そこが丸くなってて洗いやすいようになっているみたいですね。でまた蓋をこういう風にこう引っ掛けることができるっていう工夫のあるデザインになっていました。このグリーン最近 IKEA 多いんですよね。新商品ではないんですけども、この時期におすすめしたい収納グッズがあります。こちらの寝具の収納で有名なスクッブです。特にミニサイズが4月いっぱい特価になっているので、もう買っておいて損はないと思います。全面がメッシュになったタイプが最近出たんですけども、そうではなくって普通のノーマルなタイプが699円になってます。こちらがなんでこの時期おすすめなのかと言いますとですね、作品の収納に便利なんですね。子供の作品って謎に大きくないですか謎に大きいんですよね。でそれがすっぽりそのまま入るサイズなんですよ、スクープって。もう私は毎年ここにざっくり入れて収納しています。スクープのこの小さいサイズはクローゼットの天袋にぴったりなんですよね。立てて収納できるのもポイントが高いです。この定番イースタードフリーザーバッグにイエローレモン柄が出てました。マチがないタイプになっています。フリーザーバッグって毎回柄が変わるんでつい買っちゃうんですよね。このサイズは私の場合は子供におやつを持たせる時に使っていますが、皆さんはどのような時にお使いですか？あとはですね、こちらのデスクマットマウスパッドに使っている、ワゴンの中に敷くフェルトですねを、リピート買いしてきました。今使っているものがちょっとね毛羽立ってきたので、これ本当にねマウスパッドにいいんですよ。まずこういうデスクマットって意外と高かったりするんですけども、こちら299円ととってもお手頃価格ですし、ほんとさらっとしてて気持ちいいです。で面積が広いので手もヒヤッとしないですしね。ちゃんと滑り止めもついています。多分前回のは1年半以上2年ぐらいは使っての交換っていう感じになりましたね。はい、新商品に戻ります。こちらのフレームを購入しました。で今回はこれを設置する用の両面テープ式のフックも購入してきましたので、そちらの設置方法も含め紹介していきたいと思います。両面テープタイプですので、しかもちゃんと剥がせるタイプになってますので、賃貸の方ですとかコンクリ壁の方にもおすすめです。ポストカードはねちょっと大きさが合わなかったんですけどまあいいやということで飾っていきます。こちらのフレームちょっと特徴がありまして、奥行きをね変えられるっていう特徴があります。この飾ってる部分を手前にしたり奥にしたりできるっていう感じですね。しかもねこのフレームこのサイズで499円なんですよ。めっちゃ安くないですかまあこれ100均もびっくりですよね。開けるとこんな風に奥行きを変えれますよという説明書が入っていました。この細い白い枠をですね手前にしたり奥にしたりできるよっていうことですね。はい、こんな感じになりました。ちょっと春っぽくピンク系を入れてみました。直置きでも可愛いなと思いました。まあ
ですけどもフックも紹介したいので壁に設置していきたいと思います。フレームは目線の高さぐらいに飾るとね自然でいいかなというふうに思っています。こちらの、フックはですねちゃんと説明書がついていますのでご安心ください。でもすごくね簡単でした。テッサテープって皆さん使ったことありますか？ビーって引っ張って剥がすタイプの両面テープが有名ですよね。耐荷重は、2キロまでとなっています。まず2個並べで壁に貼れば15秒、加圧します。それが終わったら剥離紙を剥がして、フック部分を取り付けます。ここは5秒ずつ加圧していきます。5秒ずつ3箇所を加圧します。そうするともう完成です。養生時間などは書いてませんでした。もうこのまま、フックとしてかけることができるみたいですね。すごい簡単。ピンクの飾り物をしたいなってことでキャンドルホルダーを購入してきました。安売りになってました。惜しかった次回はですね購入品まだありますので紹介します。最後までご視聴いただきありがとうございました。またすぐ次の動画でお会いしましょう。